本動画では、輸送タスクや AGV が複数ある場合の輸送方法の変更の仕方を説明します。まずはじめに、AGV の輸送方法を変更してみよう .vcmx を開きます。シミュレーションを再生します。2台のモバイルロボットリソースが製品を輸送します。輸送タスクの割り当て方について説明します。輸送タスクをどのような手順で各モバイルロボットリソースに割り当てるかは、モバイルロボットトランスポートコントローラーのリソースプライオリティで定義します。リソースプライオリティは、輸送タスクをリソースに割り当てるときの手順を定義します。ノーンの場合は、コントローラーのインターフェースに接続した順番に、リソースに割り当て可能かを確認し、可能なリソースから順に輸送タスクを割り当てます。ニアレストの場合は、搬入元に近いリソースから割り当て可能かを確認し、輸送タスクを割り当てます。リソースプライオリティをニアレストに変更して、シミュレーションを再生します。フィーダープロセスへは、より近い位置にあるモバイルロボットリソースが向かいます。モバイルロボットリソースをドラッグしてフィーダープロセスから距離を離して配置し、再度シミュレーションを再生します。フィーダープロセスへは、より近い位置にあるモバイルロボットリソースナンバー2が向かいます。リーストユーティライズドの場合は、接続している各モバイルロボットリソースの利用状況などの統計情報をもとに、最も利用されていないリソースから割り当て可能かを確認し、タスクを割り当てます。輸送タスクの割り当て方についての説明は以上になります。次に、輸送タスクで製品の搬入元、搬出先が複数存在するときのルールについて説明します。輸送タスクで製品の搬入元、搬出先が複数存在するときのルールは、モバイルロボットトランスポートコントローラーのストラテジーで定義します。ストラテジーは、輸送タスクを行うときに製品の搬入元、製品の搬出先が複数ある場合、どのように輸送タスクを行うか定義します。ワントゥーワンの場合は、一つのプロセスから製品を搬入し、一つのプロセスへ製品を搬出します。ワントゥーメニーの場合は、一つのプロセスから製品を搬入し、複数のプロセスへ製品を搬出します。メニートゥーワンの場合は、複数のプロセスから製品を搬入し、一つのプロセスへ製品を搬出します。メニートゥーメニーの場合は、複数のプロセスから製品を搬入し、複数のプロセスへ製品を搬出します。今回は、ワントゥーメニーを選択します。一度の輸送タスクで複数の製品を扱えるようにするために、モバイルロボットリソースが複数の製品を持てるようにします。輸送タスクで製品を持つときの設定は、トランスポートタブで定義します。モバイルロボットリソースをクリックして、コンポーネントプロパティウィンドウ、トランスポートタブをクリックします。今回設定を変更するトランスポートタブのプロパティについて説明します。キャパシティは、モバイルロボットリソースが一度に持つことができる製品の上限数を定義します。トランスポートロケーションは、モバイルロボットリソースに製品を配置するときの一つ目の製品の位置を定義します。パターンは、製品を複数配置するときに各軸に配置できる個数を定義します。パターンステップは、製品を複数配置するときの製品間の間隔を定義します。トランスポートロケーションを基準にして決まります。プロパティを変更して、モバイルロボットリソースが製品を2つ持てるようにします。キャパシティを2に変更します。トランスポートロケーションの ty を200に変更します。パターンの y を2に変更します。パターンステップの y を350に変更します。これで、モバイルロボットリソースが製品を2つ持てるようになりました。
最後に、設定を変更していないモバイルロボットリソースとコントローラーとのインターフェース接続を解除します。ロボットトランスポートコントローラーを選択した状態で、ホームタブ、インターフェースをクリックします。ロボットトランスポートコントローラーのリソーシーズとモバイルロボットリソースナンバー2を結ぶ線をクリックして接続を解除します。シミュレーションを再生します。モバイルロボットリソースが製品を輸送するときに、一つのプロセスで2つ搬入し、別々のプロセスへ1つずつ搬出するようになりました。以上で AGV の輸送方法を変更してみようを終わります。ご視聴ありがとうございました。